皆さんこんにちは。皆さんは気になるコスメのリアルな使用感や口コミを知りたい時ってありませんか？今回は気になっているコスメの名前を書くと使ったことある人が感想を教えてくれるトピをまとめてみました。ぜひ参考にしてみてくださいね。画像のプリマの下地使ったことある方、使用感や持ちなどどうですか？ラベンダー使ってます。トーンアップできるしてからないので、これとミラコレのみで脱ファンデしました。トーンアップはかなり優秀。乾燥はするから完全に夏用。リップモンスター気になります。唇が少し荒れる。でも確かに落ちにくい。まあ食べたり飲んだりしたら取れる。スルスル塗りやすいし使いやすいよ。私はすごく気に入ってます。潤うし、普通の口紅に比べると落ちづらいし、乾燥を感じるので、リップクリームを下地に塗ってからリップモンスター使っています。シャネルのフェイスパウダー、お願いします。皮脂を多め。テカりやすい人には超おすすめ。元から肌にツヤが出やすい人に向いてる。ツヤを足さないといけないマット肌の人は多分合いにくいと思う。私はリピートしてる。ファンデの色を邪魔しないし、粉っぽさがないし、崩れづらいし、さりとて乾燥しない。ただシャネルあるあるだけど、付属のパフは微妙。高見スキンピールはどう？かなり、合う、合わないがあるのかな。フェイスラインにニキビができやすい混合肌だけどすごく良かった。穏やかなピーリング効果でニキビできにくくなったよ。私にはただの水にしか感じなかったのだけど、脂性肌や混合肌でニキビやザラザラができやすいタイプの人にはいいのかも。黒金棒のクリームとか化粧水の使用感を教えてください。好きなところ、基本は化粧液とクリームだけでスキンケアが済むので楽。香りが柔らかい。化粧液はシャバシャバ系ととろみ系の2種類があって好きな方を選べるところ。ちょっとなぁと思うところ、デパコスなので仕方ないんだけど少々お高め。化粧液のボトルは真っ黒なので、残りがどのくらいあるか見えないところ。トータルでは気に入ってます。化粧液は 60ml のお試しサイズもあるし、原品プラスおまけが色々ついたキットも不定期で出てるのでそこから試してもいいかも。ディオールフォーエバーのフルイドグロー、どうですか？乾燥しない。崩れにくい。少量で伸びがいい。手やブラシよりスポンジにつけて叩き込む方が綺麗につく。そして全然なくならない。1年使ってるけどまだ半分残ってる。乾燥肌で悩みが毛穴より乾燥小じわ系の人は綺麗に仕上がると思う。毛穴落ちすごいって書いている方いるけどその通り。私みたいにアラフォーでもテカリ肌。乾燥なし。皮膚は厚め。シワはないけど悩みは毛穴。毛穴未完状態の人にはおすすめしない。コスメデコルテのコンシーラーはブルベナッツ、脂性肌、頬のトップに広範囲の濃いシミがあるアラサーですが、00ピンク系のカラーの右下のニキビ用の色味が、今まで使ってきたコンシーラーの中で一番シミが隠せて重宝してます。めちゃくちゃ良いです。目の下のクマ隠しには最も適していると思います。小さいブラシとチップを使えばシミも隠せます。金棒の拭き取り化粧水気になってる。30歳を前に肌質が変わってきたなと思って気になってたんですが、これをタッチアップしてもらって気に入ったから使い始めたら、透明感と張りが出て肌質良くなりました。そこから力してます。チュルンって表現を実感できるし、何よりコットンが優秀。拭き取った後コットンパックまでしてお化粧するようにしてますが、明らかに化粧のりと持ちが良くなりました。おすすめ。コスデコのリポソームはどう？大谷さんが広告やってるやつ。季節の変わり目にアレルギー症状が出て、肌がヒリヒリする時もリポソームは染みないし、保湿してくれるのでもう手放せない。小鼻の毛穴が目立たなくなった。クリームの方使ってるけど、マジでいい。今まで口くらい一択だったけど、本当に翌日の肌が違う。首の縦じわが本当になくなった。レイジークのアイシャドウパレット、気になります。発色は薄め。自分はイエベ春なので濃すぎずちょうどいいんだけど、アイシャドウに発色を求めてる人に合わないかも。最近はアイシャドウの色を薄めにするのが流行りなので、今っぽくメイク仕上げたいならいいと思う。色素薄い系になりたいならこれはドンピシャ。自然に漏れる。束感まつげって実際どう？私にはめちゃめちゃ良かった。コームの裏面で下からすくうように塗ると束になってパチッとした目になれた。ちょっと塗りにくいけど、仕上がりはめっちゃいい。思ったより束感は出ない自然なボリューム感。あとは直毛下がりまつげが1日下がらない。雨でもマスクの蒸れでも全然大丈夫だし、全くにじまない。クレド工房手のパウダーファンデーションは顔が真っ白になりたくないです。クレドポーはもともと年齢ケアで作られているので、全体的にカバー力強いです。ここのパウダーはまさに粉っぽくてただ顔が白い人になります。カバー力を求める方にはいいかも。別売りのブラシは本当に使いやすい。でも肌の荒が隠せちゃう代わりに、ツヤ感やナチュラル感一切なしの能面みたいになっちゃうから、個人的には部分使いがおすすめです。崩れにくさはとても良かった。ディオールのアイシャドウ、気になります。色づきというか発色は、マットでもラメ入りでもかなり綺麗です。しかし私は笑うと目がなくなるタイプで、
よく洗った日にはブラがえぐいのか全然持たないです。なので落ちにくい他社のシャドウをベースで塗ってから多数イメージで使ってます。発色が良いっていうのが実感できた。目元の色加減で美しくなった気になる。スノービューティーってお白い。寝る時にも使えるから夏は特にお世話になってる。優しい処方の分、カバー力や持ちはぼちぼちかな。質感はマット。別のお白いに浮気をしても、スノービューティーに戻ってきます。私は頬の毛穴が気になるのですが、このお白いを塗ると、綺麗に厚塗り感なく、カバーされている気がします。ほぼ毎日化粧時に使用して、1年は使えます。コスパは悪くないと思ってます。クレドポーのルフォンドタン。39歳でいろんな悩みが出てきたので購入しましたが、値段の割にいまいちだと感じました。カバー力はなく、これを使うと保湿成分多いせいか、普段はならないのに、アイメイクがパンダになります。1万くらいの金棒のファンデの方が私は良かったです。かなり重いので、お年を召した方じゃないと、あれと感じになります。資生堂の白。私には合っていたのか、かれこれ数年使っていますが、目立つようなシミはまだありません。34歳、美白系では珍しくかなり保湿してくれます。使って1ヶ月経ちますが、めっちゃくすみが飛びました。目に見えて明るくなった。私には合ってた。高いけど買ってよかったです。ファシオのエアリーステイ BB ティント UV の使用感気になる。私だけだと思いますが、汗で鼻は綺麗に取れました。乾燥肌の人はやめた方がいいです。塗り広げると肌に馴染む感じ。カバー力はなし。セザンヌのクッションファンでベタつきますか？そのままつけるとベタつきます。私は塗った後、軽くティッシュオフしてから少しルースパウダーを叩いてます。ベタつきますので、お白いは必須です。個人的にはセザンヌ使った後、フォーエバーニューヨークのパウダーを叩くと、結構崩れにくいかと思います。シャネルのスティックハイライトはどうですか？感覚としてはワセリンを薄くのせたようなツヤ。やはりペタペタ感はある。この手のツヤはもう、ちょっと古く感じる。テカテカなるし他のカラーより油分が多いのかも。上唇にリップみたいに塗ったら唇の輪郭がぷっくり見えるから、唇が薄い人にはおすすめ。シャネルの4色じゃなく、こっちの方のアイシャドウ。すごく考えられてる組み合わせで、ぜひ重ねて使ってほしいと思います。可愛いコーラルピンクのアイシャドウです。ただ、4色タイプよりも減りはかなり早い気がします。ベージュ系のを持っていますが、ものすごく気に入っていてアイシャドウパレットで初めてリピートしました。色の出方がとても綺麗。ラメが飛び散らない。コンパクトも可愛くて、大好きです。エレガンスのラプードルって実際どうですか？乾燥するっていう人いるけど、私はそんなことなく、リキッドファンで塗りたてで、テカリにも見えがちなツヤを、いい感じに抑えてくれて美肌に仕上がります。色展開も豊富なので、自分に合ったものを選ぶといいです。粉っぽさが嫌いな私にはめっちゃいいけど、カバーしたい人には多分無理かな。ボンジョンヨのマスカラ。ブラウン持ってるけどダマにならなくて使いやすい。ブラウンは自然光でわかるぐらい、お湯落ちと書いてるけどメイク落としは使った方がいいです。その分カールはしっかりキックされてるけど、目力は出るけど、バサバサになりすぎず抜け感もあって私は好き。カール力も申し分ないし、なくなったら力する予定。マキアージュのパウダーファンデーションってどうですか？乾燥肌ですが、粉っぽくならずにカバー力があるのでずっとリピートしてます。濃くないシミなら隠せます。マスクにはつきますね。ずっとリキッド派だったのにマキアージュのファンデに出会ってパウダー派になりました。13時間崩れないって本当です。資生堂さんありがとう。イグサのタイムアクア。これの良さはちまちま使ってたらわからない気がする。買った当初は可もなく不可もなくって感じで、早く使い終わりたくて一度の使用でコットンパック5回くらいしてたら、肌がふっくらしてえげつない透明感出てびっくりした。他の化粧水で同じような使い方しても、あの透明感は出なかった。3本くらいリピした。私も混合肌なんだけど、良いのかどうかよくわからない感じでした。でも顎ニキビは若干落ち着いたし、肌も潤ったら良かったのかな。ただ、これ単体ではそんなに潤いは感じないかも。皆さんいかがでしたか？この動画がコスメ選びの参考になれば幸いです。動画が気に入りましたら、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。